皆さん、こんにちは。マリの日本語ポッドキャストのお時間です。今日もこのチャンネルに遊びに来てくれて本当にありがとうございます。皆さんとこうしてお話しできるのを毎回楽しみにしているんですよ。今日は2026年の1月30日金曜日です。1月の終わりということで寒さもいよいよ本番という感じですね。皆さんの街の天気はどうですか？私の住んでいるところでは、今朝起きたら窓の隅が白く凍っていて、外が真っ白に見えました。あまりの寒さに、布団から出るのにかなりの勇気が必要でした。皆さんも温かい飲み物を用意してリラックスして聞いてください。今日のテーマは、冬の日本生活に欠かせないこたつについてです。実は今私もこたつの中からこのお話をしています。さて、まずは、こたつって結局何なのという疑問にお答えしますね。結論から言うと、こたつとは、布団がついた魔法のテーブルです。具体的に説明します。こたつは、木のテーブルの下に電気ヒーターがついていて、その上から大きな専用の布団がかけられています。その布団の上にさらに天板を乗せることで足元を温めながら上で食事をしたり勉強をしたりできる仕組みになっています。日本人は冬になるとこのこたつの中に足を滑り込ませて過ごします。以前お話しした鍋パーティーもこたつを囲んで行うと外の寒さなんて完全に忘れてしまうほど幸せな気持ちになるんですよ。海外の皆さんの国では家全体を温めるセントラルヒーティングが一般的かもしれません。でも日本の家は部屋ごとに温めることが多いので、こたつは自分たちの周りだけを効率よく天国にするという日本らしい知恵から生まれた家具なんです。ということで、今回のテーマは日本の文化紹介、日本のこたつについてです。日本語を勉強している皆さんは、アニメやドラマでこたつを見たことがあるかもしれません。でも、なぜこたつという名前なのか、漢字でどう書くのかまで知っている人は少ないのではないでしょうか。今日は以下の3つのポイントでお話ししていきます。こたつという言葉の由来と面白い漢字。こたつの中でのリアルな過ごし方。冬が終わるとこたつはどうなるのか。一つ目のポイントは、こたつの由来と漢字についてです。皆さんはこたつを漢字で書けますか？一般的にはこたつと書きます。とても難しい漢字ですよね。これには面白い由来があると言われています。こという字は、灯火や火を意味します。立つという字は、もともと火がパチパチと燃える様子や暖かさを表すために作られた日本独自の漢字だと言われています。また、昔は火踏みという言葉が変化してこたつになったという説もあります。昔のこたつは電気ではなく、いろりに、その上に枠を組んで布団をかけていたからです。まさに足元にある火という背景がこの名前には隠されているんです。二つ目のポイント、こたつでの過ごし方について具体例を挙げます。こたつに入ると人はどうなると思いますか？実は多くの日本人がこたつムリになります。これは殻を背負ったカタツムリのようにこたつから一歩も出られなくなる人のことを指すジョークです。具体的なこたつライフの三種の神器は、こたつ、みかん、お茶です。温かいこたつに入りながら、ひんやりとした甘いみかんを剥いて食べる。これが日本の冬の最高の贅沢だと言われています。
私も大好きで、気がつくと机の上がみかんの皮の山になっていることもあります。また、学生さんや在宅で働く私たちにとってこたつは仕事場でもあります。でも、これには注意が必要です。こたつの中はあまりにも心地よすぎて、そのまま眠ってしまうということも少なくありません。3つ目のポイントは、冬が終わった後のこたつについてです。春が近づき、3月や4月になって暖かくなってくると、こたつはその役割を終えます。これを私たちはこたつを片付けると言います。具体的には、布団を外して洗濯する。冬の間、私たちを温めてくれた大きな布団をきれいにして来年までしまっておきます。テーブルとして使う。こたつの便利なところは、布団を外せば普通のローテーブルに戻ることです。そして、ヒーターの掃除。ほこりがたまらないように掃除をします。私の家ではテーブルとして使っています。布団がなくなったこたつを見ると、なんだか少し寂しい気持ちになるんですよね。ああ、冬が終わって新しい季節が始まるんだな、という日本特有の季節の移り変わりを感じる瞬間でもあります。ここまでこたつについてお話ししてきましたが、最後に日本語を学ぶ皆さんに一つアドバイスです。日本語の勉強は時に寒くて孤独な道のりに感じることがあるかもしれません。わからない言葉が続いたり、うまく話せなかったりして、心が冷え込んでしまうこともあるでしょう。そんな時は、無理に外で戦い続ける必要はありません。自分にとっての心のこたつ、つまりリラックスできる場所や習慣を大切にしてください。私にとって麦を立てながら読書をしたり、こうして皆さんにポッドキャストを届けたりする時間はまさに心のこたつです。頑張らなくてもいい時間を作ることが結果として長く勉強を続けるための最強の攻略法になります。皆さんもこのポッドキャストをいつでも戻ってこられる温かいこたつだと思って、これからも自分のペースで歩んでいってくださいね。はい。ということで、今回は日本の文化紹介、日本のこたつというテーマでお送りしました。最後に今日の内容を振り返ってみましょう。1、こたつは布団がついた魔法のテーブルである。2、漢字のこたつには火の物語があり、足元のぬくもりを大切にしてきた歴史がある。3、冬が終わると布団は片付けられ、普通のテーブルに戻る。2026年の1月もあと1日で終わりですね。まだまだ寒い日が続きますから、皆さんも温かい食べ物を食べて、こたつがある方はこたつでぬくぬくして、風邪をひかないように気をつけてくださいね。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバイ。